皆さんこんにちは、沖野です。今日はですね、あえて触れづらい話題に触れていこうかなと思ってるんですけど、皆さんは芸能人が政治的な発言をしたりとか、政治的なスタンスを表明することに嫌悪感はありますかっていう話をちょっとしてみたいです。きっかけとしては、最近、歌手の宇多田ヒカルさん、沖野も大好きなんですけど、Mine or Yours っていう新曲を出したんですよ。で、その歌詞の中で、令和何年になったら、この国で夫婦別姓 OK されるんだろうっていう歌詞があったんですよ。で、ちょうど今日本で選択的夫婦別姓っていうものについて、議論がされている中で、賛成派もいて反対派もいてっていうものだと思うんですけど、それぞれから嬉しいとか、やめろとか、いろんな意見が、この歌詞に対して出ていく中で、そもそもこういう意見を芸能人が表明するなよっていう。この歌詞にどんな意図があったかはね、実際本人がわからないと思うんですけど、歌詞なんて解釈いろいろあるし、この流れもあるもんだから、宇多田ヒカルが本当にその選択的夫婦別姓を推し進めたいと思ってこの歌詞を書いたなんか、本人以外わかんない。けども、仮にそうだったとしてもよ、自分の考えを表明することすら、ダメって言っちゃうのって本当に正しいのかなって違和感があって、なので今日は別にこの選択的夫婦別姓に賛成か反対かとか、そのメリットとデメリットをみんなで話し合いましょうっていう回じゃなくて、あくまで芸能人がその政治的な発言をしたり、自分の政治的なスタンスはこういうものですよっていうのを表明することに関しての是非を皆さんとちょっと話したいなっていうふうに思ってます。で、沖野自身は、今の流れでもう分かったかもしれないですけど、芸能人がそういう政治的な発言をすること、全然ウェルカム、OK、どんどんどうぞっていう感じの考えです。特に今回で言うとさ、シンガーソングライターなんですよね。自分で歌詞まで書いてて、別に誰かに歌わされてるわけでもないし、それってそんなにそもそも悪いことなのかなって、むしろ歌手ってそういうもんなんじゃないのっていうのが余計にあるんですよ。別に芸人さんや別にアイドルや俳優さんが自分の政治的なスタンスを表明してもいいと思うけど、芸能人とちょっと違うけど、その影響力があるとか、著名人っていう意味で言うと、例えば小説家とか映画監督とか、そういう人が自分の作品の中に自分の考えを投影させるってめちゃくちゃ普通にやってることだと思うし、実際あるじゃないですか、そういうものも。なので個人的には全然どんどんすればって思います。ただそれによって離れていく人もいるよねっていう。それ自体は仕方がないことなのかなって思う。だから規模感は全然違いますよ。YouTube でこういう話をすることですら嫌な人とか多分いるんですよ、見てる人の中で。沖野そこに触れてくんだみたいな。そこのリスクも分かった上でだったら全然いいのかなって思います。その意見を言うことすらやめろって言い始めると、それはあんまり健全じゃない気がしてて。今回に限らずなんですけど、そういう芸能人の何か政治的な発言に対して、そういう発言をやめろ、そういうのを歌詞に入れるなって言ってる人が、どういう考えでね、言ってるのかっていうのを考えてみたんですけど、自分なりに。主にね、2つ自分の中で一応考えてきた。一つは単純に専門家でもないよくわかんないやつがそういう発言をするなよ。首を突っ込むなよっていうタイプの人。お前はどこまで分かってこういう歌詞を書いてんだっていう、そういう視点で批判してる人。個人的にこれもナンセンスかなと思ってて、政治って別に政治家とか専門家だけのものじゃないと思うんですよ。例えばそれこそその政治家とか政治評論家みたいなその専門家に比べて知識が足りてない人がそういうことを自分の考えを発言したりとかしちゃいけないっていうのはやっぱおかしいかなと思ってて、影響力のある人が間違った情報とか考えを他の人に発信しちゃうと、それによって影響される人が出てくるからダメなんだっていう人いるんですけど、でもそれってさ、影響されてる側の問題だと思うんですよね。で、これ逆に言うとさ、知識がめちゃくちゃある人がいたとするじゃん。その人たちが自分のスタンスがもしあったとして、例えば選択的夫婦別姓賛成派の人がいたとするじゃんか。めちゃくちゃ専門家で、夫婦別姓にすることによるもしメリット以外にデメリットもあった時に、デメリットを隠して話すってこともその人たちできるわけですよ。逆もしかりね、選択的夫婦別姓に反対派の専門家がいたとして、その専門家がデメリットばっかりを伝えるってこともできるわけだから、結局受け取る側の問題だと思っていて、詳しいこと分かんなくてもでも自分はこう思うなっていう発言すらを封じ込めてしまうのは個人的にはちょっと違うかなっていうふうに思ってますっていう。一つ目はそういう人たちかなって思ってます。その知識がない人は発信するなんて間違った情報かもしれないから黙っとけ、首を突っ込むなっていうタイプの人。で、二つ目、こっちの方が多いんじゃないかなと、ほとんどがこれなんじゃないかなって思ってるんですけど、何かっていうと、そもそもその発言とかに対して逆のスタンスを取ってる人。仮にこの歌詞に選択的夫婦別姓を推し進めてほしいっていう意味合いがあったとしたらの話ね。選択的夫婦別姓に反対してる人は、苦々しく思うだろうなって
いうのはすごい想像に難くないというか、このチャンネルに限って言うと、見てる人ってゲイ男性が多分8割9割ぐらいだから、あんまり選択的夫婦別姓とかピンとこないかもしれないんですけど、同性婚そもそもできないしね。仮に、じゃあこの歌詞が夫婦別姓じゃなくて同性婚だったとしたらどうですか？もちろんゲイだからってみんなが同性婚したいと思ってるわけじゃないし、推し進めてほしいと思ってるわけじゃないと思うんだけど、比較的多いと思うんですよ。異性愛者の人と比べた時にね、賛成派っていうのが。なので、もし同性婚 OK されるんだろうって書いてあったら、ちょっと嬉しいなって思ったりとか、なんか寄り添ってくれてるとかさ、思ったりもするんじゃないかなって思うんですよ。自分と同じ意見の人いたら嬉しいし、親しみも感じるし、なんかちょっとなんだったらファンじゃなかったけどファンになったりとかさ、そういうこともあるじゃないですか。で、その逆もあると思ってて、同性婚なんてこの国にはいらないみたいな歌詞だったとするよ、仮に。だとしたら、ちょっと悲しくなったりとか、宇多田ヒカルってそうなんだってなって、がっかりしたりとか、人によってはちょっと攻撃的に、そんなこと言うなっていうのを X とかで展開しちゃう人もいるのかなって思うんですよ。っていうぐらいなんか単純なものかなって正直思ってて、選択的夫婦別姓に対して今回その、賛成なのかなって思わせるような、そっちのニュアンスに近い歌詞だから反対してる人もいるけど、じゃあもしそれが夫婦別姓なんていらないんだっていう歌詞だったら多分手のひら返してるんじゃないかなと思うし、逆に今その、いいぞいいぞって言ってる人は、こんなこと言うなんてがっかりだとかって多分なるんじゃないかなと思ってて。なので、個人的にはそういうリスクはあると思うんですけど、ただその発言をしたり、こういう自分の作品に関してそういう何かしらの考えとかを表明すること自体は NG にしない方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますよっていう、そういう話でした。皆さんは政治的な発言を芸能人がすることに対してどういうふうなお考えがありますかって、沖野が今言ったこともあると思うんだけど、それに対する反論とかもあると思うんで、そのあたりコメントで、ただの口喧嘩にならないようにだけ書き方気をつけていただければ、どんな意見でもね、書き込んでいただけたらなと思います。あとさ、ちょっと話ずれるんだけど、ついでにこの話もしておきたいっていうのが一つあって、仮に自分に寄り添った歌詞とか、そういうものが出てくると嬉しいみたいな話をしたんですけど、最近それで言うと、バックナンバーのブルーアンバーっていう曲が、新曲としてね、配信開始されて、最初たまたま音源だけ聞いて、いい曲だなと思って聞いてて、そのうち歌詞を見てみて、歌詞もいいなと思って。で、その後にミュージックビデオを見たんですけど、ミュージックビデオがドラァグクイーンが出てくるミュージックビデオだったんですよ。それなんでかっていうと、その歌詞がね、自分の中にもう一つこう隠してる、周りに言えないみたいな、ちょっと自分の中にこう押し込めてるような自分がいて、その自分に対してちょっとこう、なんて言えばいいんだろう、いたわる？謝ったりとか、こんな風に苦しい思いしてたんだよね、みたいな、そういう感じの歌詞なんですよ。多分その表現の一つとして、セクシャルマイノリティっていうのをミュージックビデオにね、入れてくれてるんですけど、見てもらったら、沖野が言葉で説明するより全然すぐ、こういうことがあってわかると思うんですけど、別にそれの歌詞ってセクシャルマイノリティだけを語ってるわけじゃなくて、例えば自分の中に何か他の人に言えない秘密とか、本当は自分はこうなんだけどなって思いながらちょっと押し込んじゃうようなことって別に異性愛者の人でもあると思うんですけど、そういうことを歌った歌詞だったんですよ。沖野別にドラッグクイーンでもないし、なんだけど、なんかやっぱそのセクシャルマイノリティっていうところにちょっとこう寄り添ったミュージックビデオっていうのが勝手に嬉しかったよね。正直バックナンバーの大ファンですかって言われたら、そんなことはなくて何曲かわかりますぐらいの感じだったんですけど、もうそのブルーアンバーってそもそも曲が好きだったから今めちゃくちゃここ数日聴いてるんですけど、なんか人間ってやっぱそのぐらい単純なものだから、逆に多分同性愛嫌悪の人とかからすると、バックナンバー応援してたのになんかこういうのミュージックビデオにしちゃうんだとかってなっちゃう人もいるのかなとか思いながら見てました。もし自分の好きな歌手とかが自分と全然違う考えを歌詞の中に書いてたら、ちょっとなんか嫌かもしれない。でもそれ自体を抑え込むのはやっぱなんか違うかなっていう風には思ってるので。で、そのちょっとがっかりしたとか寂しくなった悲しくなったっていう感情が一定を超えた時に多分自分はその芸能人のファンじゃなくなるんだろうなみたいな。なんかそのぐらいのスタンスでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、意外と世間はそういう芸能人がそういう発言をすることに対して結構厳しいんだなっていうのをなんか今回見てて感じて大変そうだなって思いました。なんだこの締めっていう話なんですけど、なかなか話しづらいね話題だったかなと思うんですけど、改めて最後に確認すると、別に選択的夫婦別姓への賛否を問うわけではなくて、あくまで芸能人とかがそういう発言をすることに関しての皆さんの是非をちょっと聞いてみたいなっていう、そういう回ですので、ぜひよろしくお願いします。今回の動画いいなと思った人はぜひグッドボタンとチャンネル登録、あとメンバーシップもやっておりますので、そちらも気になる方はチェックしてみてください。それでは、バイバイ。